こんにちは、ケンです。今から僕ともしもしゆうすけさんの日本語の会話を聞きましょう。今日の話題は世界の食べ物です。今日の動画はいつもと違って途中で皆さんに4つの質問をします。僕たちの会話を聞いた後にその質問に答えてみてください。皆さんの答えをコメント欄に書くと僕が何か返信します。はい、では始めましょう。日本人にとって世界の料理は辛すぎる。日本で辛いって言ってもそんなに辛い食べ物が出てこないと思うんですけど、はい。日本以外の国で辛いと言われているものを頼むと、辛すぎて食べられないっていう問題があるんですよね。わかります。僕韓国に行った時に、うん。何も韓国語わからなくて適当にレストランに入って、メニューを指さして一つみたいな。うん。で、頼んで出てきたものが、もうなんか辛すぎて、もう結局もう食べられなかったっていう。それ結構ありますよね。僕結構ありますね。そうですか。アメリカとかイギリスにはそういう料理がなかったと思うんですけど、はい。僕の経験では、アジアは結構辛いのが多いですね。うん。タイの料理は結構辛かったですね。ただ、同じアジアでも、聞いた話では、ベトナム料理はそんなに辛くないって聞いたことがありますね。そうなんですね。うん。まあ確かに一番有名なフォーは辛くないですね。そうですよね。うん。うんうん。隣同士の国でも結構違うんですね。うん。うんうん。はい、一つ目の質問です。皆さんは辛い食べ物が好きですか？日本人には甘すぎるアジアの食べ物。さっきちょっとたこ焼きの話をしましたけど、はい。台湾のたこ焼きはなんか甘いです。甘いんですか？はい。それ東南アジアっぽいですね。はい。何が甘いかってマヨネーズが甘いんですよ。それすっごい違和感ありますよね。あります。僕うん。はあんまり好きじゃないです。うん。僕はバンコクに行った時に、緑茶のペットボトル買ったら、はい。緑茶が甘かったですね。それはここも一緒です。本当ですか？はい。全部じゃないですけど、甘いええ。のもあります。飲み物大体甘かったイメージですね。うん。うん。日本人からすると、甘い緑茶って、なんか、飲めないですよね。飲めないですね。やっぱり苦いっていうイメージですよね。苦いものは健康にいい、体にいいっていうイメージなんで、それを甘くしたらどうなんだろう。本当に体にいいのかなって感じますね。もう、糖尿病になっちゃいますよ。砂糖取りすぎで。ねそうね。なんですよね。味覚って結構国によって違うんですよね。あと、はい。アイスとかどうですか？僕は東南アジアに行ったいいですか？時に、はい。コンビニに売ってた、カップのアイス買ったら、すっごい甘かったんですけど、はい。アイデスザート、は、はいはいはい。どうですかね。まあ、時々食べますけど、アイス。うん。うん。そんなに甘すぎるって感じたことはないですね。そうですか。はい。フィリピンのマニラに売ってたアイスとか、すっごい甘かったですね。へえ。フィリピンはちょっと日本人には食事は合わないかもしれないですね。うん。そうなんですね。まあちょっと気になっている国の一つなんで、それはいい、あいい情報です。僕にとっあ、て。はい、二つ目の質問です。皆さんは甘いお茶と苦いお茶ではどちらが好きですか？日本のレストランは眩しい？僕がオーストラリアに行った時になんか感じたことなんですけど、ええ。そのオーストラリアに
行った時に結構レストランに行きました。で、そのお店の雰囲気が結構静かで、うん。で、照明が割と暗めうんだったんですよね。大体どこも。で、その後日本に帰ってきて日本にあるレストラン行きました。そしたら明るい、なんか、うんうん店内が眩しいと思って。確かにね、食べる環境としてはちょっと落ち着いてる方がいいと思うんで、僕はどちらかというと、そのオーストラリアの雰囲気の方がうん。好きですね。はい、3つ目の質問です。皆さんは1週間に何回ぐらいレストランに行きますか？中国と台湾にあるレストランの特徴。でも、アジアは結構明るい店が多くないですか？台湾もそうですよね。台湾もそうです。なんか日本と結構似てます。ただし、台北に関しては、道路と歩道のすぐ横に扉とかドアがなしで、もうそのまますぐお店、レストランみたいな状況があって、うんなんでまあ、外の音がすごい聞こえる。うん原付バイクがたくさんいるんで、結構うるさいです。食べてても。ああ、中国もそうですね。大通りから一本入って、細い道に行くと、飲食店があって、やっぱりドアが開いたままで、うん。道路の外に机と椅子を出していて、外で上半身裸でラーメン食べてる中国人とか。ああ、まあ、暑いですからね。台湾も中国も、まあ、そうそうそう。南の方の中国も。そうですね。はい、じゃあ4つ目の質問です。天気がいい時に外でご飯を食べるのってどう思いますか？はい、今日は世界の食べ物について話しました。動画の途中で4つ質問をしました。皆さんは全部答えられましたか？今から僕の答えをシェアします。はい、1つ目の質問です。皆さんは辛い食べ物が好きですか？まあまあ好きです。好きですだけでもいいんですけど、好きですだけだとどのくらい好きかわからないですよね。ちょっと好きのレベルを見てみましょう。これは日本人がよく使う好きの表現です。一番好きが大好きです。あとめっちゃ好きもよく言います。次がかなり好き。その次が好きです。まあまあ好きです。あんまり好きじゃないです。好きじゃないです。全然好きじゃないです。嫌いです。大嫌いです。はい、2つ目の質問です。皆さんは甘いお茶と苦いお茶ではどちらが好きですか？苦いお茶の方が好きです。の方がの文法を使うと答えやすいです。はい、3つ目の質問です。皆さんは1週間に何回ぐらいレストランに行きますか？2回ぐらい行きます。毎日レストランに行く人はいますか？はい、じゃあ4つ目の質問です。天気がいい時に外でご飯を食べるのってどう思いますか？いいと思います。外で食べるのは気持ちがいいですよね。この質問には皆さんの意見を答えてください。はい、じゃあ次の動画ではもしもしゆうすけさんと日本の仕事環境について話します。また次の動画でお会いしましょう。またねー。